どうもベニマルでございます。私このオリジンエフェクツというブランド大好きで、ちょっと前にも TCX ブーストというオーバードライブを紹介したんですが、それと同時期に登場したこの MEQ ドライバー、オリジンエフェクツ歪みのラインナップがだいぶ増えてきて、自分最初この MEQ ノーチェックだったんですが、実際使ってみたら独特な切り口の面白いオーバードライブだったので紹介したいと思います。レコーディング、ミックスをかじったことのある人なら誰でも知ってるパルテックというチューブ EQ の名機があるんですが、MEQ はそのパルテックにインスパイアされたペダルとなってます。色もそんな感じですね。どんなペダルなのか早速見ていきましょう。MEQ、名前に EQ って入ってるのでイコライザーなのかなと思うところですが、実際はバリバリのオーバードライブです。オリジンエフェクツおなじみの異常なまでのダイナミックレスポンスとチューブアンプを弾いてるみたいなナチュラルなドライブが気持ちいいですね。他のオーバードライブと大きく違うポイントがこの3つというつまみ。いわゆるミッドブーストになっていて、ナチュラルなキャラクターにミッドブーストを掛け合わせることでサウンドにパンチを加えられるよといったコンセプトになってます。透明感のあるサウンドからこういうゴリッとしたサウンドまで自在に変化させることができますね。詳しく掘り下げてみましょう。最初に MEQ の原因を回して基本となるキャラクターを掴んでみましょう。原因を上げるに従って少しずつサチュレートしていく感じですね。チューブのコンボアンプをドライブさせたような自然な歪み方です。やや原因が控えめなんですが、後に出てくるミッドブースト、それと合わせることでより原因をプッシュすることができます。ギリギリ歪むか歪まないかぐらいに設定すると、レコーディング用のプリアンプみたいなサチュレーションが得られるので、クリーンブースト兼サウンドの調整役としても良いですね。こんな感じで MEQ、まずはかなりクリアでナチュラルなサウンドを出せるポテンシャルを持ったオーバードライブとなっております。で、いよいよここからが MEQ ならではのポイントである3つつまみ。これが MEQ の音作りの肝となっております。ミッドブースト0のクリアな状態から始まって、上げるに従ってアンプをチューブスクリーマーでブーストしたみたいな密度の高いサウンドになってきますね。結構ミッドブーストのかかりが強烈なので、ゴリゴリに上げるのもいいんですが、
程よくかけてあげると軽快なドライブ感が得られます。こんな風にミッドの加減でサウンドのキャラクターをコントロールできるのが MEQ の最大の特徴ですね。そしてもう一つのつまみであるこのカット、これは VOX アンプのカットみたいな感じでシンプルなフィルターです。全開にしててもそんなギャリギャリせずバランスが良いですね。センターを基準というよりはフルオープンから始めて不要な広域をカットするようなイメージがいいかなと思います。ミッドのつまみを上げていくと結構ハイミッドが荒々しい印象になっていくので、それに合わせてカットで整えてあげると良いですね。こんな感じでミッドのサポートみたいな感じで使ってあげると柔軟にサウンドを作ることができます。さらに MEQ のミッドブースト偉いのが KCS というスイッチによって強調する帯域を変えることができます。ざっくり数値が大きいほどバキッとした感じになりますね。エッジをしっかり出したいときは 1.3、逆に太く丸くしたいときは 0.8 みたいな感じで切り替えていきます。もう一つのスイッチはオリジンエフェクツではおなじみのアダプト。アダプトを入れてると強弱のダイナミクスがしっかり出る。切ってるとあまり抑揚のない整った感じのサウンドになります。抑揚って常にあればあるだけいいかというとそうでもなくて、歌物ポップスのバックとかフレーズによってはね、むしろ整ってた方がかっこいいこともありますよね。そういう時にアダプトで演奏の印象をガラッと変えれるのでかなり便利なスイッチです。こんな感じで MEQ のコントロール非常に柔軟でいろんな状況に応じて調整していけるプロフェッショナルなオーバードライブになってます。最後にオリジンエフェクツにはこの MEQ 以外にも DCX ブースト、ハルシオン、リバイバルドライブと良さげなオーバードライブがいっぱいあります。ただ結構違いが分かりづらかったりするので簡単に比べてみたいと思います。ざっくり言うと DCX ブーストはトランスペアレントよりのオーバードライブ、ハルシオンはチューブスクリーマーインスパイア、リバイバルドライブはアンプライクに特化したペダルって感じです。
全体的にサウンドのキャラクター結構似てますよね。どれもオリジンエフェクツの音って感じで、一貫してハイファイでクリア、ワイドレンジなサウンドをしてます。特に DCX ブーストは MEQ と同時期に発売された兄弟機っていうのもあって、ニュアンスが似てる部分も多いです。その中でもハルシオンはチューブスクリーマーっぽいミドルの張り出しが感じられて、比較的特徴が分かりやすいですね。じゃあこれらどこで差が出るのかというと、音作りの方式かなと思います。例えば MEQ はミッドブーストのさじ加減でサウンドを作りますが、 DCX ブーストはハイとローの2バンド EQ で作ります。なのでローの強いファットな音を作ろうと思ったら、 DCX はハイとローがあるからローを上げれば OK ですが、 MEQ の場合はローミッドを持ち上げつつハイをカットしてローを強調するみたいな方法になるので、当然サウンドも変わってきます。それぞれちょっと違ったベクトルの音の太さになってますね。逆に MEQ はミッドをゴリゴリにしやすいですが、ミッドつまみのない DCX はハイやローを抑えてミドルを強調しても、どことなくワイドレンジな感じが残ります。同様にハルシオン、これはシンプルなワントーンプラスドライウェットのミックスで音を作るので、 MEQ とかよりはシンプルな音作りが得意だったり、リバイバルドライブはモアプレゼンスという歪みの質感を変えるつまみがあったりと、どれも音の作り方に個性があるので、自分が使い慣れてたり好きな音が出せそうなコントロールのものを選んでみるといいんじゃないかなと思います。機種の比較は DCX の動画の方でもやってるので、よかったらそっちも参考にしてみてください。ということで MEQ ドライバーの紹介でした。オリジンエフェクツのオーバードライブはリバイバルドライブからずっと愛用してるんですが、新型が出るたびにオリジンの音でありつつ新しいフィーリング、新しい発見があるのが本当にすごいなと思います。個人的に MEQ のこのミッドによる音作りって結構好きで、エキゾチックのソウルドリブンなんか近いとこありますけど、思い通りのサウンドが作りやすいなと思ってます。ただ本当に DCX の2バンド EQ とかハルシオンのドライウェットコントロールも捨てがたいので、どうかオリジンエフェクツさん全部乗せのスペシャルデラックスなモデルを作ってください。でも大きさはそのままでお願いします。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。